Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。今日はパリで最も古い市場の中でランチをしましょう。市場のお肉屋さんで肉を選んで、それをその場で焼いてくれるところがあるというので行ってみたいと思います。私にとって初めてのチャレンジ。どうぞご一緒にお楽しみくださいませ。こちらはパリ3区北マレ地区と呼ばれる界隈です。私は今ブルターニュ通りを歩いています。ブルターニュ通りと聞いてピンときた方がいらっしゃるのではないでしょうか。このチャンネルで何度かご紹介しているブロカントが開かれる通りなんです。これは以前ご紹介した2024年初夏のブロカントの様子ですが、今日はあいにくの雨。季節と天気が違うと風景の印象ってだいぶ変わりますよね。そしてこちらがマルシェ・デ・ザンファン・ルージュ。パリで最も古い公設市場と言われています。17世紀からずっと続いているものなんですって。一時は取り壊しが計画されたものの、市民運動で守られて2000年に改修されて現在の姿になっているそうです。ここは常設のマルシェで月曜を除くほぼ毎日開いています。ちなみに今日は木曜日、お昼の少し前の時間でこんな様子です。ここはチーズ屋さんですね。この市場の特徴は、生鮮食料品を扱うスタンドと同じくらいというか、それ以上にさまざまな国の料理が食べられる屋台があるんです。つまり食事ができる市場なんです。こちらはイタリアンのスタンドかな。こうして写真があると注文するときに楽ですよね。まあこんなにアサリの貝殻があるということは、もうすでにお食事済みの方が結構いらっしゃるんですね。今はまだそこまで混んでないですけれども、お昼時はかなり混雑します。その前の準備、抜かりなしですね。ちょっと気になるものを発見。美味しそうですね。この方々はクスクスを食べていらっしゃいますね。このスタンド、いつもすごくにぎわっています。ところで
今日私をこの場所のランチに誘ってくださったのは、以前ラトリエ・ド・ジョエル・ロブションの動画でもご一緒させていただいたパリ在住のとても素敵な日本人マダムさゆりさんです。彼女のとっておきのおすすめのスタンドがここにあるんです。それがこちらのお肉屋さんです。飲み物もとっても充実している感じですよね。見てください。このバターの豪快なこと。そして美味しそうなパンがスタンバイしています。こちらがオーナーさんです。Bonjour, alors moi je m'appelle Martin, bienvenue au Butcher of Paris. On est ouvert depuis 3 ans et demi au marché des enfants rouges et on a un modèle où on travaille en direct avec tous les éleveurs et on a principalement une belle sélection de vins nature et bio. Voilà, donc dans le principe vous pouvez choisir votre viande et on fait tout cuire sur place. On peut aussi acheter la viande comme chez le boucher à emporter traditionnellement. Voilà. Ça, donc vous pouvez choisir le morceau que vous voulez. Et nous, on cuit tout à la plancha avec des petits légumes de saison. Par exemple, un T-bone, ça peut être de la volaille. Ça, c'est T-bone. Oui. Ça, c'est steak haché. Côte de bœuf. On a une sélection aussi d'agneau, du veau qui vient de Corse. Du veau tigre qui est une vieille race ancestrale qui a été remise à jour par Jacques Abatucci au sud de la Corse. Et après on a un super cochon qui vient d'Auvergne, du Cantal. C'est beau. Et toute la charcuterie aussi vient d'Auvergne. Là on a des saucissons, chorizo, de la poitrine fumée, salami, donc qui est la rosette. On est ouvert de midi à 19h en hiver, du mercredi au dimanche. Sans coupure, on est un service continu. Très bien. Nord de l'Angleterre? Ouais, le nord de l'Angleterre. Bonjour madame. Bonjour. Très bien. 彼が今カットしているのは牛の首の部分のお肉。コリエ。フランス語だとコリエと呼ぶ部位。コリエには首飾りという意味もあります。このお肉はレストランの注文だそうです。マルタンさんが選び抜いた生産者からのお肉。彼のポリシーは食材を無駄にしないこと。鼻先から尻尾まで全ていただくという伝統的なお肉屋さんの原則を今も実践しています。さゆりさんが事前にマルタンさんにお願いしてくださっていたので、私たちはこの特等席に案内していただきました。バターの巨大な塊が待っていてくれました。よく見るとこのテーブル、お肉を切る台なんじゃないかなと思います。Si vous voulez, on peut faire une sélection de viande. モン・サン・ミッシェルの名物プレッサレという子羊のお肉が今日はちょうど入っているそうです。まずはこれをアペロにというのがマルタンさんの提案。メインのお肉は柔らかい食感のものが良いかなということで、牛のフィレ肉をおすすめいただきました。Tボーンステーキも魅力的ですけど、2人でいただくにはちょっと大きいですよね。そもそもこの T ボーン、骨を挟んで右側の部分がテンダーロイン、フランス語ではフィレ肉、左側の部分がサーロイン、フランス語でフォーフィレという部位だそうです。こちらはすでに切り分けたもの。手前がフィレ肉で奥がフォーフィレ。結局私たちはフィレをいただくことにします。
選んだものはこうして計量してお値段が決まるシステム。もちろんここで食べずにこのまま持ち帰るという選択肢もあります。マルタンさんは私たち2人の食欲に合わせてお肉をカットしてくれました。そしてワインもおすすめのものをいただきたいと思います。On a rentré les nouveaux vins de Jeanne Germain, winemaker, lady winemaker, une vigneronne qui travaille du côté de Saumur-Champigny, du coup dans la Loire. Donc là, on est sur des cabernets francs qui sont d'une grande finesse et beaucoup d'élégance. Un côté un peu féminin, beaucoup de douceur. C'est superbe, je vous fais goûter. Si vous avez sélectionné, ça doit être très bon. Je vous fais goûter, vous me dites si ça vous plaît. Très agréable. Ça glisse. Et en même temps, il y a pas mal d'aromatiques, il y a de la longueur, c'est assez joli, je trouve. Je vais vous mettre un peu de pain pour manger du pain. それにしてもこの巨大なバターの塊。これは私たちのために特別に用意してくださったんだと思います。はい、乾杯しましょう。はい、乾杯。素敵。また美味しそうなパンドカンパーニュが運ばれてきました。これにバターをつけて食べたら、もうそれだけでも満足なんじゃないかしら。そしてこのお皿なんですが、マルタンさんのおばあちゃんの家で使われていたものなんですって。ちなみにマルタンさんは南フランスのペルピニョンの出身だそうです。私は特別に厨房の中に入れていただきました。なるほど、この鉄板でお肉を焼くんですね。すでに美味しそうに調理された野菜があります。ところでこのお店を最初に発見したのはさゆりさんの息子さんなんです。食通でワイン通でもある息子さんがきっとここは美味しいに違いないということでさゆりさんを連れてきたのが最初。そして今日さゆりさんが私を誘ってくださったというわけなんです。さゆりさんがこのバターの塊と格闘していたら道行く人が「Oh my goodness」と驚いていらっしゃいました。これはどの国の方にとってもインパクトがある光景ですよね。いただきます。まず一皿目が運ばれてきました。Deux côtelettes d'agneau présalées du Mont Saint-Michel avec une petite salade de saison. Tac. Bon appétit. コトレ・ド・ダニョ、子羊の骨付き精肉。モン・サン・ミッシェルのプレサレという特別な子羊です。
焼き目の香ばしさ、お肉の柔らかさ、そして上質な脂のうまみとが混然一体となって素晴らしく美味しいんです。ピリ辛のソースがついていたんですけれども、お肉そのもののお味だけですでに完成されているという印象です。季節のサラダが添えてあるところがまた嬉しいではないですか。マッシュ、この苦みがいい感じです。よく見るとカトラリーもヴィンテージのものが使われています。きっとブロカントで調達したんでしょうね。けれどもナイフはお肉がよく切れる現代のものを使っている。そういうバランス感覚もいいなと思います。この子羊は骨までしゃぶりたいくらい美味しい。実は私はもともとそれほどお肉が好きな方ではないんですが、フランスで本当に美味しいお肉というものに目覚めたと思います。良いものを時々適量で十分満足。こちらのお肉はまさに大満足を私に与えてくれるものです。メインが来ましたよ。焼き加減はお任せしましたが、ちょうど良い具合のレアに焼けています。これで2人分。この品種はサレールとアンガス牛を交配させたもの。脂肪分が控えめなので重たくは感じられなくて、うまみの密度が高いっていう感じでしょうか。すごく満足感があります。ソースは2種類つけてくれました。こちらはお醤油。この特製のソース、こちらで作っているものなんだそうですが、マスタードの実をピクルスにしたもの、それがベースになっていて、オニオンとパセリ、それから赤ピーマンがブレンドされています。甘みと酸味がちょうどいい感じで、それがお肉にとってもよく合うんです。付け合わせの野菜がまたリッチでしょう。この人参もまた甘みがあって本当に美味しいと思いました。ゆっくりと時間をかけて良心的に飼育された動物を本当にありがたくいただくという行為、それこそが美味しくお肉をいただくということなんじゃないかなと思います。お隣のテーブルにはおそらくリピーターとおぼしき方々、その方曰くパリで一番美味しいクロックムッシュ、そうそう、ビーフのタルタルもパリで一番だと思うわとのこと。この数日後、さゆりさんはご友人たちと一緒に再び訪れてコート・ドゥ・ブッフを召し上がったそうで、その写真を送ってくださいました。私にとってもリピート確定の
アドレスです。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はお楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらぜひ高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントがいつも本当に励みになっております。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。